にちは、青空ガレージチャンネルです。さて今回は VMAX1200 エンジンのかけ方とご近所騒音対策です。今更エンジンのかけ方なんてとうとうネタ切れか？いいえ、違います。オートバイごとに違いがあったりして意外と奥が深い儀式です。またエンジンをかけるといえば休日の早朝、ツーリングに出かけるときなどご近所に対して騒音も気になりますね。そこでこんなものを作ってみました。早朝暖気用静香ちゃん、最後までゆっくりしていってね。エンジンのかけ方について振り返ってみましょう。キルスイッチをランにし、メインスイッチをオンにします。V ブーストのスタンバイ運動と燃料ポンプがキャブに燃料を送るまで待ちます。チョークレバーを引きます。絶対ではありませんがクラッチを握りミッションを切り離します。セルの負担を軽くし初速を上げてエンジン始動に集中させます。もしもバッテリーが弱いとセルが負けてキックバックでスタータークラッチが破損しやすいです。一発入魂でセルスイッチを押します。何度もやるとプラグがかぶるので1回5秒目安に押し続けます。かかったらチョークを戻し始めます。エンジンが止まらない位置を維持しながら徐々に戻します。チョークはガソリンを濃くしているので長くやるとプラグがすすけていきます。始動直後に回転も上がるのでエンジンにもよくありません。夏場やエンジンが温まっているならチョークを引く必要はありません。右手でエンジンと対話しながら完全に戻したら暖気に入ります。水温計の一目割りまで約3分です。走り出しても暖気は続きます。できるだけ回転は上げず、ピストンやバルブが熱膨張によって規定値にまで膨らむのをイメージしながらゆっくり走りましょう。ご安全に。早朝暖気する時のご近所騒音対策としてこんなものを用意しました。右は外径 32mm の鉄パイプ、左は外径 31mm のシリコンパイプです。鉄パイプはホームセンターで、シリコンは Amazon で購入。シリコンは耐熱200度です。こちらはエンド 35mm モディファイマフラーです。まずは 32mm の鉄パイプいきます。モディファイマフラーなので長さ25センチで奥まで入ります。この状態でほぼノーマルか少し静かな感じです。浮かします。抜いてみましょう。違いがわかりますでしょうか。重低音が強いです。
続いて長さ30センチのシリコンパイプを入れてみましょう。ペーパー状に大きくカットし、先端だけシリコンボンドで閉じてます。シリコンパイプにゴム栓を追加してみましょう。ホームセンターで売っている机用の底足です。蓋します。抜いてみましょう。今度はスマホを使って数値を計測してみましょう。車検と同じ斜め45度で50センチの距離で計測して比較してみます。あくまでスマホなので車検上と完全に同じではありませんのであしからず。静かな河川敷で環境音はだいたい30デシベル台といったところでしょう。まずはモディファイマフラーです。アイドリング時マックス77デシベルでした。続いて鉄パイプでいきます。マックス75デシベルでした。続いてシリコンパイプ、ちなみにゴム栓なしです。鉄パイプと同じ75デシベルでした。そしてゴム栓ありだとどうでしょう。73デシベルでした。VMAX の重低音を下げてアイドリング時に4デシベル下げることに成功。ほとんどメカノイズしか感じないレベルです。個人の感想です。あくまでもご近所騒音対策用です。走行中に使用すると抜け落ちます。最高出力回転数の半分で音量測定する車検では使用できません。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。